よし二人とも揃ったな。いや聞いてくれよ。唐突にスケープゴートが作りたくなったから遺伝子をもてあそんでたら、なんかマーコールになった。いや何をどうしたらそうなるん？てかそもそもスケープゴートはヤギの品種じゃないからね。ああ、また変な生物が増えちゃいましたね。もうこの際動物園としてネット公開します？無理無理、各方面から死ぬほど怒られるから。ほんならギャースか騒ぐ人には焦点チップスを配ったったらええねん。てかこいつをイグノーベル賞に出品してもええか？いやイグノーベル賞はそういう賞じゃないからね。なんでや。カエルを浮かせたりヤギに変装したりする連中が受賞できて、遺伝子操作して作り上げた生物が受賞できないなんておかしいやろ。確かにイグノーベル賞って奇抜な研究が多く集まっている印象です。というか私もセリフ少なすぎませんか？いやイグノーベル賞の中にも、奇妙に思えて意外と切実な問題を調べている研究もあるのよ。ぜひその話を聞きたいです。じゃあ早速解説の準備をするわね。まあ作ったもんは仕方がないからきちんと世話したる。よろしく頼む。ついに喋り始めたやん。めちゃくちゃですね。というわけで今回は、イグノーベル賞を受賞した、少々奇妙な研究を紹介するわ。いやうちで紹介している研究は、元から奇妙なものばかりな気がしますが。まあ、確かにそうね。でも今回は特に、みんなが一度は考えたことのあるものを科学者たちが解説してくれているから面白いと思うけどね。なんですかね。あんまりイメージが湧かないんですけど。まあ、聞けばわかるわよ。じゃあ早速ですが、イグノーベル賞の受賞研究を紹介していきます。そしてまず、一つ目を紹介する前に、我々人類の酒癖の悪さは、太古の昔から変わらないことは知っていましたか？人はすでに人に進化した時からアルコールを摂取していたとされており、農耕を始めた理由は、食料供給のためではなく、アルコールを醸成するため、という説もあるほどなので、太古の昔から、酔っ払いの厄介ないさかいに悩まされるのは、今と大差ないかもしれませんね。2009年に、イグノーベル賞の平和賞を贈られた研究は、法廷での次のような質問がきっかけで始まりました。ビール瓶は、人の頭蓋骨を割ることができるのか？空き瓶と開けていない瓶、どちらが強力か？実際に研究が行われた場所はスイスで、研究チームの代表は、犯罪の科学捜査が専門のシュテファン・ボリガー博士です。研究チームは、普段からバーで起こった争いの被害者の科学捜査などに携わっており、研究チームによれば、ビール瓶は酒場での揉め事で、たびたび凶器になるようです。特に割れたビール瓶は、刺し傷や切り傷を負わせることができるほどに厄介らしいです。なんかシュガーラッシュで、どっかのシンデレラもガラスの靴を叩き割って武器にしてましたしね。そういう背景もあるから、スイスでは耐性が高く再利用できる、ガラス瓶の使用が推奨されてきました。ただ、ガラスの耐性が高い場合、鈍器として使うこともできてしまう問題点もあり、そこで、研究チームは、この実験専用に設計した落下装置を使い、ビール瓶で頭を殴った時の衝撃を再現しました。使ったのは、スイスの人気ビール、フェルトシュロッセンの 0.5 リットル瓶で、1枚の木の板とビール瓶の間に薄い粘土の層を貼って固定し、頭皮の質感や、ビール瓶が頭蓋骨に当たる角度を再現しました。そこに、1kg の鉄球を様々な高さから落とし、ビール瓶がどの程度の衝撃まで耐えられるかを試しました。なんか、イグノーベル賞って、もっとふざけた研究ばかりかと思っていましたが、意外と深刻な問題が背景にあるもんなんですね。まあ、全部が全部じゃないけどね。で、鉄球を落とすと、満タンのビール瓶は30ジュールで破裂したのに対して、空き瓶は40ジュールで割れました。ちなみに、1ジュールは、小さいリンゴやトマトなど 100g の物体を1メートル持ち上げるのに必要なエネルギーです。また、解剖用の死体を使った先行研究から、人間の頭蓋骨は14から68ジュールで割れることが分かっていたため、理論上は空き瓶でも満タンのビール瓶でも、ビール瓶が割れる前に頭蓋骨が砕けてしまう可能性が高いと結論付けられました。また、
空き瓶の方が10ジュールほど耐久性が優れているとはいえ、満タンの瓶の方が空き瓶より重く、同じ力で叩きつけた場合では、満タンの瓶による衝撃は、空き瓶に比べ 70% 程度大きいことが分かりました。つまり、どっちも人の頭を殴るのに使うもんじゃないってことですね。そういえば、映画とかで使われているビール瓶は、割れやすい素材でできているから軽快に割れるけど、それを現実のビール瓶と混同しないように注意しないといけませんね。あと、この研究では、頭蓋骨を割ることができるのかを調査しただけで、仮に頭蓋骨が割れないとしても、頭を叩かれた衝撃による脳へのダメージは計り知れません。論文でも、争いが起きうる状況では、このような瓶を禁止することは正当だと言える、と結論付けているくらいですからね。ではそのまま、次のイグ・ノーベル賞に移りたいと思います。皆さんは、南国に生い茂るヤシの木にハンモックを吊るして昼寝をしていたら、ココナッツが落ちてきて痛い。なんて、アニメやギャグ漫画に出てきそうなシーンを想像したことがありませんか？実はココナッツの落下による怪我の実態を調べた人がいるのです。2001年にイグ・ノーベル賞の医学賞を受賞したピーター・バース医師は数十年前にパプアニューギニアの僻地にいました。そこで7年間もたった一人の医師として人口13万人の地方の診療を担当し、その間に木から落ちてきたココナッツにより怪我をする人が意外と多いことに気がつきました。ココナッツが頭に落ちて弾コブができるなんて、トムとジェリーとかでおなじみの光景にも思えますが、現実のココナッツはかなり危険なのです。私は、ココナッツを直接見たことないので、どれだけ硬いのかわからないですが、アニメとかを見ると、そこまで大したことはないようにも感じてしまいます。さっきのビール瓶もそうですが、物体が落下してきて脳に与える影響は大きいのです。ヤシの木の生い茂る海辺の地元民にしてみれば、ヤシの木の下で昼寝をするのは基本的にありえないことで、他国の人間や同じ南国でも高地に住む人々は、ココナッツの危険さを知らないことが多いです。沿岸部に住む親戚に会いに来て、ヤシの木の下で昼寝をしていたらココナッツに打たれてしまったというケースも珍しくなく、また遊んでいた子供がココナッツに打たれて怪我をしてしまうことも多いとか。そして、バース医師が4年間にわたる調査を行ったところ、なんと怪我で来院する人の 25% はココナッツの落下が原因と分かりました。もし仮にココナッツに頭部に走る動脈を打たれると、頭蓋骨の内側で出血して、場合によっては開頭手術が必要な人もいたそうです。さらに、バース医師が直接見たわけではないですが、村では偶然、頭上に落ちてきたココナッツに当たり、運悪く即死してしまった人もいたそうです。いやもはや原始的な兵器ですよね。ココナッツがたまたま落ちてきて即死なんて、絶対に嫌ですよ。一応、バース医師はココナッツの落下によって、頭にどのくらいの力がかかるかを計算しました。すると頭上に、1トンの重さのものを置いた場合と、同等の力がかかることが判明しました。1トンとは、軽自動車1台くらいの重さで、立っている状態からココナッツに打たれるよりも、実は地面に寝転んでいるところを打たれる方が危ないと説明しています。バース医師は、イグ・ノーベル賞により、研究が脚光を浴びたことは光栄だとしつつも、この一見笑える話が、毎日怪我の手当てをしている身からすれば、全然笑える話ではないのです、とカナダの医学誌にコメントしています。今でも、南太平洋の島々やインドのココナッツ農園では、ココナッツの落下やヤシの木からの転落で怪我をする人がたくさんいることを、将来南国へ旅する人は覚えておくといいでしょう。いや、ココナッツが恐ろしいので、私は家でおとなしくゲームでもしてますよ。ゲームといえば、あなたはマリオカートをプレイしたことがあるの？そりゃ王道ゲームなんで、プレイしたことくらいありますよ。マリオカートには、アイテムの一つに、バナナの皮が出てくるわよね。で、その皮を踏むと滑るってのが、おなじみの光景だと思うのだけど、そもそも、バナナの皮で滑るというイメージは、19世紀後半に、バナナがアメリカに広まった時、外で食べては、路上に皮を捨てる人が増えたことで、皮を踏んだら滑ると定着したようなのよね。1879年には、アメリカの有名誌で、バナナの皮を歩道にポイ捨てする人のせいで、たくさんの人が骨折してしまい、迷惑極まりないと物申したこともあるくらいなので、
よほど街中がバナナの皮まみれだったのでしょうけど。なるほど、バナナの皮はそうやって任天堂に回収されて、マリオカートに再利用されていたわけですか。いや、そんなこと一言も言ってないんだけど。で、その肝心のバナナの皮の威力を摩擦係数で算出した北里大学の馬淵清指名誉教授らへ、2014年に物理学賞が贈られたのよね。どうやら文献を読み漁っても、実際にバナナの皮を測った研究は見当たらなかったようで、2010年頃に思い切って自分でバナナの皮の研究を始め、研究に際しては、普段から使っている関節摩擦のノウハウが役に立ったそうです。摩擦の強さを計測する機器を使って、床と靴の摩擦、そしてバナナの皮を靴で踏んだ時の床とバナナの皮の摩擦を繰り返し計測しました。データを取ることには慣れていたものの、ただ摩擦を測るのではなく、皮を踏んで滑って、大きな力が加わった瞬間だけを測るのは技術的には難しかったとのことです。いやもう、ガチじゃないですか。私は、もっと原始的な方法で測定するのかと思いましたよ。そして、バナナの皮の摩擦係数を算出したところ、靴と床の摩擦係数が 0.412 だったのに対して、バナナの場合は 0.066 と、約6分の1の値でした。つまり、普通に靴で床を歩く時よりも、バナナの皮を踏んだ時の方が、5から6倍滑りやすくなるようです。と言っても、アクリル板に、バナナの皮を乗せて傾けても、スルスル滑ることはありません。なぜなら、バナナの皮の内側にある粘液の詰まった、ミクロメートルの小さな粒々が踏まれることによって弾けて、中から飛び出した粘液によって滑りやすくなるからです。もし仮に、バナナの皮が乾いてしまうと、粒々の中の粘液がなくなり、踏んでも滑らなくなるので危険性は少ないでしょう。そんなわけで、今後アニメや映画で、バナナの皮で滑るシーンが出てきたら、摩擦係数は 0.066。ただし踏んだ時に限ると、覚えておくのがいいでしょう。あと、教授曰く、マリオカートサイズの乗り物を、バナナの皮でスピンさせるには、現実的に言うと、皮が100本くらいあると望ましいそうです。私も食べたバナナの皮は、ちゃんと捨てるようにします。まあそれか、ゆかりさんの部屋の前に置いておいてもいいかもしれませんね。別にいいけど、それで私が滑って転んだら、あなたを捕まえて、お腹がパンパンになるまで、バナナの皮を食べさせるだけだからね。ジョークですよ、ジョーク。本当に、今日も解説ありがとうございました。はい、というわけで、今回は以上で終わりにしたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。